まずは、南米の国ベネズエラと、その指導者だった、ニコラス・マブロについて解説していくぜ。ベネズエラってニュースでひどい経済危機やインフレの話をよく聞いていた気がするわ。ああ、まさにその通りだ。事の始まりは2013年、当時のカリスマ的な大統領だったウゴ・チャベスが癌で亡くなって、元バス運転手のマブロが後継者に指名されたんだ。バスの運転手から国のトップに、それじゃあ、国の舵取りもきっと安全運転だったのね。いや、残念ながら経済を崖っぷちに向かってフルスロットルで逆走させたんだぜ。チャベスの意思を継ぐ、とアピールしてギリギリで大統領選に勝ったんだが、彼にはチャベスほどの求心力も経済を回す手腕もなかったんだ。偉大なカリスマの後を継ぐのって大変よね。それで、経済はどうなっちゃったの？ベネズエラは輸出収入のほとんどを石油に頼り切っていたんだが、2014年後半に国際的な原油価格が急落して、一気に崩壊が始まったんだ。食料や薬も輸入できなくなり、財政は火の車になった。それって国の存亡に関わる大ピンチじゃない？マブロ政権はこれはアメリカの制裁や帝国主義の陰謀だ、と繰り返し非難したんだ。だが実際にはアメリカの大規模な石油制裁が始まる前からすでに経済の崩壊自体は進んでいたんだぜ。自分たちの失策を外のせいにしていたのね。そして2018年には、なんと年率100万%を超えるハイパーインフレが現実になった。お札は紙くず同然になり、スーパーの棚は空っぽ、病院には基本的な薬すらないという絶望的な状況だ。100万%、想像もつかない数字だわ。じゃあ昨日100円だったジュースが、計算できないわ。計算する前に値段が上がっていくレベルだぜ。お札が紙くず同然だから、お札の枚数を数えるんじゃなくて、重さを測って買い物するような笑えない状況だったんだ。お札で筋トレができそうね。生活できなくなった人々は次々と国を捨てて、国外に逃れたベネズエラ人は約790万人にも達したんだ。これは世界最大級の避難移住危機と言われているぜ。790万人って、ちょっとした国の人口レベルじゃない。マブロ大統領は何もしなかったの？経済がどん底に落ちる中、マブロがやったのは政治的な弾圧を強めることだった。野党が多数派だった国会から権限を次々と奪い、最高裁などを使って自分に都合のいい独裁体制を固めていったんだ。国民が苦しんでいるのに、自分の権力ばかり守ろうとしていたのね。反政府派の政治家やジャーナリストへの弾圧もひどくてな。国連の調査でも、恣意的な拘束や拷問、強制失踪、超法規的殺害など、深刻な人権侵害が報告されている。そして2024年7月の大統領選挙で、マブロは強引に自分が勝ったと宣言したんだが、なんだか怪しいわね。本当に勝ったの？いや、野党側が各投票所の集計書を公開して不正だと訴えたんだ。EU やアメリカ、さらには中南米の周辺諸国からも、公開されたデータを見れば野党の圧勝だ。詳細な集計書を公表しろと非難され、国内でも大規模な抗議デモが広がった。政権の正当性はここで大きく揺らいだんだ。そこまで追い詰められて、最後はどうなったの？衝撃の結末を迎えるぜ。2026年1月3日未明、アメリカのトランプ政権が軍事作戦を実施したんだ。麻薬密輸とテロ関連容疑を理由に、首都カラカスでマブロ夫妻を電撃的に拘束。そのままアメリカへ移送してしまったんだ。一国のトップがアメリカ軍に直接捕まっちゃったの？ああ、マブロはその後、ニューヨークの連邦裁判所で起訴内容を争う姿勢を示している。これで、2013年から続いたマブロの独裁体制は、文字通り電撃的に崩れ去ったんだ。映画みたいな展開ね。でも、これで独裁者がいなくなったなら、ベネズエラの人たちもやっと安心できるわね。ところが、そう単純じゃないのが現実の厳しいところだ。独裁が終われば全てが即座に解決するわけじゃないんだぜ。どういうこと？マブロが拘束されても、旧体制の影響力や治安機関武装集団の問題は根強く残っている。それに完全に壊れきった経済の立て直しや、国外に出た約790万人の帰還など、暫定政権の前に立ちはだかる課題は山積みなんだ。確かに、一度めちゃくちゃになった国を元に戻すのは、ものすごく時間がかかるわよね。その通りだ。単純なハッピーエンドでは終わらないのが現実政治の難しさだな。ベネズエラが本当の意味で再建できるかどうかは、これからの長く困難な道のりにかかっていると言えるぜ。独裁の代償はあまりにも大きかったのね。今回もすごく勉強になったわ。次は中東の国イラクを恐怖で支配した、かつての独裁者サダム・フセインとイラクについて解説していくぜ。サダム・フセイン、名前は聞いたことがあるわ。ニュースでもよく映像が流れていたわよね。ああ、彼がイラクの大統領に就任したのは1979年7月のことだ。就任直後に開かれた党大会で、フセインはいきなり恐ろしい行動に出るんだ。何をしたの？会議の場で突然裏切り者とされた幹部たちの名前を次々と読み上げさせたんだ。
名前を呼ばれた者はその場で連行されていく。会場に残された者たちは、次は自分が呼ばれるかもしれないという極限の恐怖の中で、ただ拍手を送り続けるしかなかったんだぜ。自分の命を守るために仲間が連行されるのを拍手で見送るなんて地獄ね。絶対に手が腫れるまで全力で拍手しちゃうわ。こうして秘密警察が社会の隅々にまで浸透し、密告と粛清が彼にとって最大の支配の道具となっていったんだ。そして翌1980年、フセインは隣国のイランへ侵攻し、イラン・イラク戦争を引き起こす。短期決戦で勝てると思っていたんだが、結果的に戦争は8年にも及ぶ泥沼の消耗戦になったんだ。8年も被害もすごかったんじゃないの？両国の総死傷者は100万人規模に達したと言われている。ちなみに当時のアメリカは、反イランの立場からイラクを外交面や情報面で後押ししていて、一部では兵器に転用できる物資まで輸出していたことが、後になって問題視されたんだぜ。かつてはアメリカがフセインを支援していた時期もあったのね。さらに1988年3月には最悪の悲劇が起きる。イラク北部のクルド人の町ハラブジャに対して、神経剤やマスタードガスなどの化学兵器が使用され、約5000人もの民間人が命を落としたんだ。民間人に化学兵器を無謀すぎるわ。路上に折り重なって倒れる人々の映像は世界に衝撃を与えた。だが、当時の国際社会の対応は、決して十分とは言えないものだったんだ。その後、1990年にフセインは今度は隣国のクウェートへ侵攻するんだ。借金問題や原油価格の対立、そして中東地域の覇権を握るという野心が背景にあった。周りの国に手を出してばかりね。ちょっとはご近所付き合いってものを考えなさいよ。フセイン式のご近所付き合いは戦車で乗り込むことだったからな。さすがにこれには国際社会も黙っていなくてな。アメリカ主導の多国籍軍が軍事行動を開始し、湾岸戦争が勃発した。イラク軍はボロ負けし、イラクには厳しい経済制裁が課されたんだが、医薬品や食料が不足する中で一番苦しんだのはフセインじゃなくて一般の市民たちだったんだ。そして運命の2003年3月、アメリカとイギリスを中心とする連合軍が、イラクが大量破壊兵器を隠し持っている、という理由でイラクへ侵攻を開始し、イラク戦争が起きた。大量破壊兵器、そのニュースはすごく覚えているわ。米英軍はあっという間に首都バグダードを制圧した。街の中心にあった巨大なフセイン像が引き倒される映像は、一つの時代の終わりを象徴していたな。だが、戦後いくら探しても、肝心の大量破壊兵器の大規模な備蓄は見つからなかったんだ。じゃあ戦争を始めた理由が根本から崩れちゃったってこと？探したけどありませんでした。テヘペロじゃ済まされないわよ。テヘペロどころか海戦の根拠は大きく揺らぎ、今でも大きな批判の的になっているぜ。一方、逃亡を続けていたフセインだが、同年12月に故郷のティクリート近郊でついに発見された。隠れていたのは、なんと小さな地下の穴の中だったんだ。かつて国民を恐怖で震え上がらせた独裁者が、土の中の穴に隠れていたなんて。拘束された時の彼は、武将髭を伸ばしきった、疲れ果てた老人の姿だった。そして2006年12月、フセインは公死刑に処されたんだ。でも、独裁者がいなくなったなら、イラクの人々にもやっと平和が訪れたのよね。いや、前回のベネズエラの話と同じだ。独裁者の失脚は、決してそのまま平和を意味しなかったんだ。フセイン政権が崩壊した後、これまで力で押さえつけられていた宗派間の対立や武装勢力の争いが一気に爆発してしまったんだ。イラクは長い泥沼の混乱に突入し、後には過激は組織ISISまで台頭することになる。そんな平和になるどころか、さらにひどい混乱が起きちゃったの？結果として、膨大な犠牲者と数百万人規模の避難民を生み出してしまったんだ。独裁者を倒せば、それだけで平和になるとは限らない。そのあまりにも重い教訓を、イラクの現代史は私たちに突きつけ続けているんだぜ。正義や平和って、本当に一筋縄ではいかないのね。続いては、北アフリカの国リビアを42年間にわたって支配した独裁者、ムアンマル・カダフィについて解説していくぜ。カダフィ大佐、彼もまた、世界中を騒がせた有名な独裁者の一人よね。事の始まりは1969年9月1日だ。当時まだ27歳だった若き将校カダフィは、軍事クーデターを主導して、当時の国王の体制をほとんど血を流すことなく打倒したんだ。たった27歳で国を乗っ取っちゃったの？私なんて昨日、縁側でお茶すすってたら一日が終わってたわよ。お前の隠居みたいな生活と比べるな。革命の成功はラジオで発表され、ここからリビアの新しい時代が幕を開けたんだぜ。権力を握ったカダフィは、自分の独自の政治思想をまとめた緑の書という本を掲げたんだ。そこで資本主義デモ
共産主義でもない、第三の道を行くと宣言した。緑の書、何それ、美味しい無農薬野菜の育て方でも書いてあるの。家庭菜園のマニュアルじゃないぜ。ガチガチの政治思想の本だ。実際、リビアには豊富な石油収入があったからな。そのお金を背景に、国家は教育や医療をものすごく低い負担で国民に広く提供したんだ。識字率も上がり、生活水準も劇的に改善した。当時のリビアは、アフリカでもトップクラスに豊かな国の一つとしてみなされていたんだぜ。すごくいい国じゃない。国民のための政治ができているじゃないの。ところが、光の裏には強烈な闇があったんだ。カダフィは自分に反対する反体制派への弾圧をどんどん厳しくしていった。やっぱり独裁者特有の弾圧が始まっちゃうのね。さらに外の世界とも揉め始める。1988年に起きたパンアメリカン航空の爆破テロ、通称ロッカービー事件だ。この事件のリビア人容疑者の引き渡しをめぐって国際社会から猛反発を受け、1992年には国連の制裁まで発動されてしまった。自分たちの国の中では豊かでも、外の世界からは完全に孤立してしまったのね。そして時代は進み、2011年、チュニジアやエジプトで起きた民主化運動アラブの春の波が、ついにリビアにも押し寄せた反政府デモが国中に広がったんだ。国民が立ち上がったのね。だが、カダフィ政権はこれを武力で徹底的に力でねじ伏せようとした。その結果、事態は泥沼の内戦へと発展してしまったんだ。やがて国連決議を受けた国際軍も介入し、反体制派が首都トリポリを制圧。こうして、42年にも及んだカダフィの絶対的な支配は大きく崩れ去ったんだぜ。首都が陥落して、カダフィはどうなったの？逃亡を続けたカダフィだが、同年10月に故郷のシルト近郊でついに発見された。彼が隠れていたのは、道路の下にある排水溝の中だったんだ。排水溝？あのフセイン大統領が地下の穴に隠れていたのと同じような末路ね。NATO 軍の攻撃で車列を止められた後、排水溝に逃げ込んだところを反体制派に拘束され、その直後に死亡した。血まみれになった彼が引きずり回される最後の様子は、携帯電話の映像で世界中に拡散されたんだ。かつて国を豊かにした絶対的な指導者が、そんな凄惨な最後を迎えるなんて。カダフィが死んでリビアは解放された。だが、その後に安定した民主主義が訪れたわけじゃなかったんだ。イラクの時と同じパターン、嫌な予感がするわ。政権が崩壊した後、数えきれないほどの武装勢力が分裂して対立を始めたんだ。後には国が東と西に分かれて別の政府が並び立つような、めちゃくちゃな状態になってしまった。国が真っ二つに割れちゃったの。かつてアフリカ有数の豊かな石油国家だったリビアは、終わりの見えない長期の不安定化に苦しみ続けることになったんだ。自由を求めて立ち上がった革命の代償は、あまりにも重すぎたってことだな。独裁を倒すことと平和な国を新しく作ることは、全く別の難しさがあるのね。歴史の教訓は本当に重いわ。今度は南米の国、チリで起きた歴史的な大事件、サルバドール・アジェンデ政権の誕生と崩壊について、解説していくぜ。チリのお話ね。今回はどんな独裁者が出てくるの？いや、今回登場するアジェンデ大統領は、独裁者とは真逆の存在だ。時は1970年、彼は大統領選挙に出馬し、サワ連合の候補として見事に勝利したんだ。選挙でちゃんと選ばれたのね。素晴らしいじゃない。でも、ただの選挙じゃないぜ。彼は社会主義者だったんだ。当時の冷戦時代、社会主義の国を作るとなれば、ロシアやキューバのように武装して革命を起こすのが当たり前だった。でもアジェンデは、銃ではなく選挙と憲法の手続きによって社会主義政権を誕生させたんだ。武力を使わずに民主主義のルールに従って社会主義のトップになったってこと。それはすごい快挙ね。この出来事は当時のラテンアメリカ、いや世界中に大きな衝撃を与えたんだぜ。大統領になったアジェンデが掲げたのは、チリの社会主義への道だ。彼は銅山などの重要な産業を国有化し、農地改革や貧しい人たちへの富の再分配を進めた。外国の企業や一部のお金持ちばかりが儲かっていた仕組みを変えようとしたのね。その通り、さらに教育や福祉も手厚くしたから、支持者たちは、これこそが銃ではなく投票で進める平和な革命だ、と熱狂したんだ。なんだか理想的な国になりそうね。だが、理想はすぐに現実の壁にぶち当たる。賃金を上げて支出を増やした結果、人々の消費は伸びたんだが、肝心のものを作る生産力が追いつかなかったんだ。買いたい人は多いのに、売るものがないってこと？そうだ、結果として強烈なインフレと物資不足が深刻化してしまった。農業の生産も落ち込み、企業の反発も重なって、1972年には国中を揺るがすトラック運転手の大規模ストライキまで起きてしまったんだ。
トラックが動かないってことは、ネット通販でポチっても永遠に荷物が届かないってこと、それは死活問題よ。いや、そもそもお店にも工場にも物がないから、ポチることすらできない状態だぜ。理想だけじゃご飯は食べられないのね。じゃあ、みんなアジェンデを見捨てちゃったの？そこが複雑なところだ。そんな大混乱の中でも、1973年の議会選挙でアジェンデ側は約 44% の票を獲得しているんだ。つまり、政権の支持が完全に崩れたわけではなく、国が真っ二つに割れて対立している状態だったんだぜ。そして、アジェンデ政権を敵視していたのは、チリ国内の保守派だけじゃなかった。ここで見えない巨大な敵が動き出す。見えない敵、まさか透明人間、それともついに妖怪の仕業？妖怪より立ちが悪いかもしれないぜ。アメリカ合衆国だ。当時のニクソン政権はアジェンデ政権が選挙で成立した社会主義政権として成功することを恐れまくっていた。もしチリが成功したら、ラテンアメリカ全体に沢政権が広がり、ソ連の影響力が強まってしまうとな。いわゆるドミノ理論ってやつね。冷戦時代のアメリカにとっては一番の悪夢だわ。おまけにチリにあったアメリカ企業の権益も奪われてしまうからな。後に公開されたアメリカの政府文書によれば、CIA が裏でこっそり政権の弱体化工作を進めていたことが、はっきりと記されているんだ。ひどい。国内が混乱していた裏には、アメリカの工作も絡んでいたのね。国内の分断、経済危機、そして大国アメリカの圧力、すべてが限界に達した1973年9月11日、ついにチリの軍隊がクーデターを決行したんだ。軍が動いた。アジェンデ大統領はどうなったの？陸海空軍は大統領官邸を包囲した。アジェンデは降伏を拒否し、最後のラジオ演説で国民に別れを告げたんだ。やがて宮殿は猛烈な攻撃を受けて炎に包まれ、その日のうちにアジェンデは官邸内で命を落とした。長く議論はあったが、現在では自ら命を絶った自殺とみなされているぜ。そんな選挙で選ばれた大統領が、軍の武力で殺されてしまうなんて。こうして世界が注目した選挙で生まれたチリの社会主義政権は、わずか1000日ほどで終わりを告げた。そしてその後に始まったのは、アウグスト・ピノチェト将軍による、血塗られた軍事独裁体制だったんだ。平和な革命を目指したのに、結局は最悪の独裁政治に繋がってしまったのね。アジェンデ政権の崩壊は改革の失敗だけでも、外国の介入だけでも語りきれない崇高な理想、国民の分断、経済危機、そして冷戦という巨大な波。その全てが最悪の形で重なり合った果てに、チリの民主主義は炎の中で押しつぶされてしまったんだぜ。理想と現実、そして世界の思惑が交差する、本当に悲しい歴史ね。今日もすごく考えさせられたわ。お次は、中東の国イランで起きた歴史的事件、モハンマド・モサデク政権の誕生と崩壊について解説していくぜ。イランのお話ね。今回はどんな出来事なの？時は1951年、当時のイラン国民は、イギリス系のアングロイラニアン石油会社に対して不満を爆発させていたんだ。イギリスの会社にどうして？イランの豊富な石油から得られる利益のほとんどを、イギリス側が独占していたからだ。そんな中、親衛的だった当時の首相が暗殺されると、国民の支持を集めるモハンマド・モサデクが一気に政治の表舞台に浮上する。4月、議会の強い後押しで首相に就任した。彼は早速こう宣言したんだ。石油はイランのものだとね。おお、かっこいい。冷蔵庫のプリンは私のものだ。って宣言する時の私みたいに堂々としてるわね。お前のプリンへの執念と一緒にすんな。モサデク政権の最大の目標は、イギリスが握っていた石油利権の国有化だった。議会もこれを即座に支持し、国家主権の回復として力強く推し進めたんだ。国内では圧倒的な人気を集めたぜ。国民からすれば、まさに大英雄ね。だが、巨大な権益を奪われたイギリスが黙っているわけがない。イギリスは、イラン産の原油を買うなと世界中に圧力をかけ、実質的なボイコットを始めたんだ。石油収入に頼っていたイラン経済は、あっという間に苦境に立たされてしまった。前回のチリのお話と似てきたわね。経済が苦しくなると、政権も危なくなるんじゃ。ところが、モサデクは簡単には倒れなかったんだ。1952年に国王、パフラビーとの権力争いで一度は辞任するんだが、街で大規模な抗議デモが吹き上がって、なんとより強い権力を握って首相に復帰したんだぜ。すごい、本当に国民から愛されていたのね。まさに国民的英雄だったな。だがその一方で、石油が売れないことによる財政悪化と政治の分断はどんどん深まり、政権は内からも外からもじわじわと追い詰められていったんだ。
そしてここで、チリの時と同じように見えない巨大な敵が牙を剥く。で、出たわね。イギリスだけじゃなくて、もう一つの国が絡んでくるんでしょ？ご名答、アメリカ合衆国だ。当時の冷戦下において、アメリカは、イランの経済がボロボロになって政権が不安定化すれば、ソ連の影響力や共産党の力が強まってしまうと恐れたんだ。またしても冷戦の論理が持ち込まれたのね。石油を取り戻したいイギリスと共産主義を防ぎたいアメリカ。この両国の思惑が一致し、ついにモサデク排除に向けた秘密工作が動き出したんだぜ。1953年8月、米英が支援するクーデター計画が実行に移された。最初は国王にモサデク解任の命令を出させるという作戦だったんだが、これが失敗して国王は国外へ逃亡してしまう。やった、モサデクが持ちこたえた、ざまあみろって感じね。いや、アメリカの CIA は諦めなかった。数日後、CIA の資金を使った大規模な宣伝、デモの扇動、街頭工作、さらには軍の一部の動きが重なり、首都テヘランは大混乱に陥ったんだ。そして8月19日、ついにモサデク政権は倒れ、逃げていた国王が権力を取り戻したんだぜ。そんな、またしても外国の工作で、国民に選ばれた政権が潰されちゃったのね。モサデクはどうなったの？逮捕されて裁判にかけられた。イランの石油を取り戻そうとした英雄は、国家を大混乱に陥れた罪人として断罪され、3年の禁錮刑の後、死ぬまで自宅軟禁下に置かれたんだ。悲しすぎる結末ね。だが、本当に恐ろしいのはここからだ。この1953年のクーデターは、ただ一つの政権を倒しただけでは終わらなかった。どういうこと？モサデクを倒して権力を握った王政は、その後どんどん独裁的になっていった。そしてイランの人々の心には、自分たちが支持した民主的な政権を、アメリカ・イギリスが理不尽に潰したという怒りと記憶が深く刻み込まれることになったんだ。食べ物の恨みは恐ろしいって言うけど、国の未来を奪われた恨みはもっと恐ろしいわね。まあ、プリンの恨みよりは確実に重いな。この時に植え付けられた強烈な反米感情こそが、数十年後の1979年に起きるイラン革命の最大の原点になったんだ。もしもサデク政権が潰されていなかったら、現在のアメリカとイランの敵対関係は存在しなかったかもしれない。大国が目先の利益で他国の政治をいじった結果、数十年後に何倍にもなって自分たちに跳ね返ってきたのね。歴史の因果って本当に恐ろしいわ。モサデク政権の崩壊は、中東の現代史の流れそのものを根底から変えてしまった、極めて重大な事件だったんだぜ。今日もすごく面白かったし、勉強になったわ。最後は、中米の国グアテマラのハコボ・アルベンス政権について解説していくぜ。グアテマラね、大国に潰されちゃう政権の話が続いているけど、今回も嫌な予感がするわ。物語の始まりは、アルベンス本人が大統領になる前に遡る。1944年、グアテマラでは長年続いた独裁政権が倒れて、改革派の政権が誕生したんだ。まずはいいスタートね。アルベンスは、この革命に参加した若い将校の一人だった。彼は後に国防相を務め、1950年の大統領選挙で見事に勝利する。そして1951年3月、軍人出身でありながらより踏み込んだ社会改革を掲げて大統領に就任したんだ。社会改革って具体的に何をしたの？政権のど真ん中に据えたのは極端な土地の不平等を正すことだ。1952年に農地改革法という法律を成立させて一部の人が持て余している広大な未工作地を国が買い上げ土地を持たない貧しい農民たちへ分け与え始めたんだ。すごく真っ当な政策じゃない。私の部屋で埃をかぶってる通販のダイエット器具も、誰か有効活用してくれる人に配ってほしいわ。お前の三日坊主と一緒にすんな。政権側も、古い反封建的な農村の仕組みを改めて、近代的な資本主義へ移行するための改革だと位置づけていたし、国内でも大いに支持された。だが、これを絶対に許せないと激怒した連中がいたんだ。土地を取り上げられちゃったお金持ちたちね。その通りだ。国内の大地主や保守は、そして何より、グアテマラに巨大な農園を持っていたアメリカの大企業ユナイテッドフルーツ社の利害を、真っ向から脅かす政策だったんだぜ。アメリカのフルーツ会社、バナナとかを作ってる会社？そうだ、このユナイテッドフルーツ社は、グアテマラ国内に途方もない広さの土地を持っていて、しかもその多くは使っていない有給地だった。だからアルベンスの農地改革は、この会社に大打撃を与えたんだ。なるほど。でも、一企業の利益が減ったくらいで、国同士の争いになるの？
ここで冷戦の論理が最悪の形で重なってしまうんだ。当時のアメリカ政府はアルベンス本人は共産党員ではないと分かっていながらも、彼が左勢力に頼っている以上、グアテマラが共産化してしまうんじゃないかと異常な警戒を強めていった。また冷戦の過剰反応ね。イランの時は石油だったが、今回はバナナと反響だ。企業利権と冷戦の思惑ががっちり結びついたことで、グアテマラは一気にアメリカの標的になってしまったんだぜ。やがてアメリカは表向きの外交圧力だけじゃなく、CIA による秘密工作へ踏み込んでいく。アイゼンハワー政権下で始まった作戦名は PB サクセスだ。サクセスって、自分たちで政権をひっくり返そうって魂胆見え見えじゃないの。CIA はお隣のホンジュラスを拠点にして、亡命したグアテマラ人の部隊を訓練し、カスティージョ・アルマスという人物をトップに、担ぎ上げて政権転覆を狙った。同時にデマを流す宣伝工作や心理戦、軍内部への裏工作もガンガン進めていったんだ。チリアイランで起きたことと本当にそっくりね。そして1954年6月、ついにアルマス率いる反乱部隊がグアテマラへ侵入した。実は軍事的には大した大軍じゃなかったんだが、じゃあアルベンス政権の軍隊で追い返せるんじゃないの？それが CIA の巧みなラジオ宣伝工作や空からの威嚇攻撃で、すでに大規模な反乱が起きていて国中が制圧されつつあると見せかける心理戦をやられたんだ。これで政権側の神経は大きく揺さぶられてしまった。フェイクニュースと恐怖でパニックにさせられちゃったのね。アルベンスは民衆に武器を配って徹底抗戦しようにもできず、頼みの軍隊も次々と彼を見捨てて寝返ってしまった。そして6月27日、彼はついに辞任を表明。選挙で選ばれた改革政権は、わずか3年余りであっけなく崩壊してしまったんだぜ。悲しすぎるわ。その後、グアテマラはどうなったの？大統領の座には反乱軍のアルマスがつき、農民に分け与えられた土地も次々と奪い返されてしまった。だが、このクーデターが壊したのは一つの政権だけじゃなかったんだ。1944年から10年間続いた民主的で希望に満ちた改革の時代、通称グアテマラの春はここで完全に終わりを告げた。その後のグアテマラは、気が遠くなるほど長く残酷な軍事独裁と内戦の地獄の時代へ突入していくことになるんだ。一つの政権を潰した代償が、国の未来そのものを何十年も奪い去ってしまったのね。アルベンス政権の崩壊は、真っ当な土地改革が冷戦と企業の巨大な利権にぶつかった時、いかに民主的に選ばれた政権であろうと理不尽に押しつぶされてしまうという歴史の冷酷な現実を世界に示した事件だったんだぜ。大国の身勝手な論理で小さな国の希望が潰されていく。この歴史のパターン絶対に忘れちゃいけないわね。それじゃあ今回の解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。